毎晩誰もいない大学の廊下を静かに磨き上げる一人の老人がいました。名前は佐藤健二。今年で65歳になります。白髪混じりの短髪に色あせた紺色の作業着、少し前かがみの体勢が長年の苦労を物語っています。彼の手に握られているのは古ぼけた一本のほうきだけ。時給はわずか数百円。その日暮らしがやっとの彼がある日奇跡を起こしました。名門大学の学費を4年間全額支払い続けたのです。彼が救ったのはある貧しい女子学生の未来。なぜ自分の生活さえ苦しい彼が見ず知らずの学生を助けたのか。冷たい風が吹き抜ける廊下で彼は今日も静かに床を見つめています。時計の針は夜の11時を指しています。研究棟の3階にある小さな講義室。そこだけに薄暗い明かりがついています。女子学生の南沙羅は机に深くうつむいていました。22歳の華奢な体つき、暗い茶色の結んだ髪、分厚い眼鏡の奥から涙が一滴こぼれ落ちます。机の上には学費の請求書が冷たく置かれていました。明日までに支払えなければ除籍処分になるという通知でした。父親を早くに亡くし、母親も体調を崩している状況。彼女にできることはもう何も残されていませんでした。扉の外で佇む足音がごく小さく響いていました。佐藤は扉の隙間からその姿を見つめていました。彼の胸の奥に深い痛みが静かに押し寄せてきました。彼はかつて大きな事業の失敗で全ての財産を失ったことがあります。当時の周囲の冷たい視線と孤独を誰よりも知っていました。若い者の夢が途絶えるのを彼はどうしても見過ごせませんでした。佐藤はポケットの中の古びた革の財布に触れました。そこには彼が数年間睡眠時間を削って貯めたお金がありました。自分の老後のための唯一の蓄えでもありました。彼は深い息を吐きました。そして静かに歩き出しました。事務棟へと続く道は暗く冷え切っていました。ちょうど階段の上から事務室のチーム長である大輝が降りてきました。45歳の尖ったきつい顔立ち、整ったスーツ姿に冷ややかな視線を持つ男が佐藤を上から下まで見つめました。こんな時間に清掃員が何の用ですか？佐藤は深く頭を下げました。申し訳ありません、少し用事がありまして。大輝は鼻で笑いました。不快な匂いが漂ってきますね。佐藤は何も言い返さず、彼が通り過ぎるのを待ちました。胸が締め付けられるようでしたが、サラの泣き顔が浮かびました。彼は財布をさらに強く握りしめました。明かりの消えかけた事務室の窓口に佐藤は静かに近づきました。そして夜間当直の職員に革の財布と書類を差し出しました。南沙羅さんの学費です。職員は目を見開いて彼を見つめました。あなたが支払われるのですか？佐藤は穏やかに微笑みながら首を横に振りました。名前は絶対に伏せておいてください。ただの匿名の奨学金として。お金が納められた領収書を見て彼はようやく安堵の息を漏らしました。自分の行く先は暗くとも一人の若者の灯火を灯した事実に彼の足取りは少し軽くなりました。果たしてサラはこの真実にいつ気がつくのでしょうか。次の章でその静かな奇跡が
少しずつ動き始めます。朝の光が図書室の窓から静かに差し込んでいました。南皿は古い木製の机で参考書を開いていました。暗い茶色の結んだ紙がかすかに朝風に揺れています。スマートフォンの画面が突然静かに震え出しました。画面には大学の事務局から一通のメールが届いていました。今学期の学費全額が無事に納入されたという通知。彼女の手が小さく震えました。何度も画面を見返しても数字はゼロになっていました。誰がこれほどの大金を支払ってくれたのでしょうか。事務局に尋ねても名前は明かせないとのことでした。奇跡のような現実に彼女はただ胸を押さえています。夕暮れのキャンパスを静かな影が歩いていました。清掃員の佐藤健二です。白髪混じりの短髪にいつもの紺色の作業着、手には使い古されたほうきを静かに握りしめています。彼はサラの元気な姿を遠くのベンチで見かけました。厚いレンズの眼鏡の奥でサラは必死にペンを動かしています。佐藤の唇に小さな笑みが静かに浮かび上がりました。自分の古びた革の財布はすっかり軽くなっていましたが、彼の心には温かな灯火が確かに灯っていました。誰にも知られることなく、ただ誰かの未来を守る喜び。佐藤は再び前を向き、静かに床を履き始めました。週末の小さなアパート、古い畳の匂いが漂う部屋。サラは母親の布団の横に静かに座っていました。母親は最近少し疲れが溜まっているようでした。サラ、無理をしていないかい。サラは母親の痩せた手を両手で優しくくるみ込みました。大丈夫、優しい人が助けてくれたの。匿名の寄付があったことを小さな声で伝えました。母親は静かに目を閉じ、深く感謝の祈りを捧げていました。このような温かい奇跡が自分たちに訪れた理由、それは分かりませんでしたが、知らないうちに誰かの優しさに影響されていたのかもしれません。サラは心の中で誓いました。この恩は絶対に忘れないと。大学の薄暗い大廊下で大きな足音が響いていました。事務室のチーム長の大輝が書類を片手に歩いてきます。いつも通りの尖った顔立ち、高級なグレーのスーツをまとい、不機嫌そうな視線を周囲に向けています。偶然通りかかったサラを見つけると、大輝は足を止めました。南さん、少し話があります。サラは立ち止まり、静かに一礼をしました。大輝は冷ややかな目で彼女の古いカバンを見つめました。君の学費の件ですがね、出所不明の金は困るのです。彼の言葉には冷たいトゲが容赦なく含まれていました。サラは唇をかみしめ、何も言えずに立ち尽くしています。その会話を少し離れた場所で床を吐きながら聞いている者がいました。佐藤はほうきを握る手に静かに力を込めました。彼の胸の奥深くから重い怒りが湧き上がってきました。理不尽に誤解を受けているあの若者の無実を知っているからです。しかし今ここで名乗り出れば全ての秘密が明らかになってしまいます。佐藤はゆっくりと息を整え、ただ影の中に身を潜めました。会話が終わり、大輝が立ち去ると、彼はサラのそばへと近づきました。言葉を交わすことなく床の塵をさらに丁寧に吐き出すだけでした。サラはそのゴツゴツとした手を見て、
言葉にできない慰めを感じていました。果たして大輝の冷たい疑念はどこへ向かうのでしょうか。次の章で隠された葛藤がさらに深い霧の中へと進んでいきます。大学の事務室はいつもより冷たい空気に包まれていました。大輝はデスクに書類を広げ、険しい表情で見つめています。いつも通りの尖った顔立ち、高級なグレーのスーツの袖を不機嫌そうに少しめくりました。サラの奨学金に関する記録、そこには名前がありません。これほど高額な現金が毎月振り込まれるはずがない。大輝は椅子の背もたれに深く体を預けました。出所不明の奇妙な寄付金、彼はそれを不正だと確信しました。大学の評判を傷つけるものはどんな小さな目もつままねばならない。大輝の鋭い視線がサラの個人ファイルに向かいました。冷たい風が吹き抜ける午後、サラは事務室の前にいました。暗い茶色の結んだ髪を小さく整えてから扉を叩きます。大輝はデスクから動かず、冷ややかに彼女を見つめました。南さん、座りなさい。サラは静かに着席し、カバンを膝の上に置きました。君の学費の件ですが、裏で何かしているのでは。あまりに突然の言葉に、サラは言葉を失いました。そのようなことはありません。大輝はふんと鼻で笑い、書類をデスクに投げ出しました。証明できない金は、大学としては受け入れられない。冷酷な言葉が室内に響きます。事務室の開いた扉の向こう、廊下を静かにスイープする影、清掃員の佐藤健二でした。白髪混じりの短い髪に、いつもの紺色の作業着姿。彼は手を止めることなく、室内の会話に耳を澄ませました。サラが不当な疑いをかけられ、苦しんでいる姿が伝わります。佐藤の胸の奥深くで、静かな怒りが燃え上がりました。何も知らないくせに、しかしここで反論すれば、自分の正体が明らかになってしまう。さらに余計な気遣いをさせてしまうかもしれません。佐藤はただほうきを強く握り、じっと耐えるしかありませんでした。事務室から出てきたサラは、うつむいたまま歩いていました。その時後ろから大きな足音が静かに迫ってきました。大輝が彼女を追いかけ、廊下の真ん中で呼び止めます。言い訳は通用しませんよ。偶然その場を吐いていた佐藤は、二人の間に割って入りました。失礼いたします。床が大変滑りやすくなっております。大輝は佐藤を激しく睨みつけ、いまいましそうに吐き捨てました。邪魔をするな、清掃員風情が。汚い格好で近づくな。佐藤は静かに頭を下げ、その場を動きませんでした。大輝は不快そうに舌を打ち、そのまま去っていきました。大輝の後ろ姿を見送りながら、サラは深く息を吐き出しました。隣に立つ佐藤の紺色の作業着、そこから温かな安心感が伝わります。ありがとうございます。佐藤は優しく微笑み、ゆっくりと首を横に振りました。お気になさらないでください。学生さんは勉強が仕事ですから。その言葉はどこか懐かしく、サラの心を不思議と満たしました。なぜこの老清掃員はいつも自分を静かに守ってくれるのか。大輝の冷たい疑惑の目はまだ消えたわけではありません。学内の不穏な空気が漂う中、奇跡の歯車はさらに加速します。果たしてサラが真実を知る日はいつ訪れるのでしょうか。
満開の桜がキャンパスを美しく彩る春が来ました。今日は待ちに待った卒業式。式場は華やかな熱気にくるみ込まれていました。南沙羅は最優秀学生として表彰されることになりました。暗い茶色の結んだ髪に黒いアカデミックドレス姿、その表情は誇らしげですが、どこか寂しげでもあります。客席に父親の姿はなく、母親も体調を崩しているため、一人でこの日を迎えました。式場の重い扉のすぐ外で静かに佇む影がありました。清掃員の佐藤健二です。白髪混じりの短い髪をいつもより少し整え、紺色の作業着の襟を正して見守っていました。式典が無事に終了した直後、事務室の奥は緊迫していました。チーム長の大輝が険しい顔で沙羅の前に立ちはだだかりました。いつも通りの尖った顔立ち、グレーのスーツを乱すことなく冷酷な視線を投げかけます。南さん、最後の手続きです。やはりこの学費は受け入れられません。大輝はデスクの上に一枚の不審な書類を叩きつけました。出所不明の口座からの入金、名誉ある最優秀学生にふさわしくない不正の疑いがあります。沙羅は目の前が真っ暗になりました。そのような不正はしていません。大輝は冷たく言い放ちました。では誰の金か証明しなさい。沙羅の目から涙がこぼれ落ちます。その時、事務室の扉が静かに開け放たれました。入ってきたのは佐藤でした。白髪混じりの短い髪がオフィスの白い光に照らされます。大輝は不快そうに顔を歪めました。清掃員が何の用だ。部外者は出て行きなさい。佐藤は深く頭を下げながらもその場を動こうとはしませんでした。そのお金は不正なものではありません。佐藤の口から発せられた低く確固たる声、事務室全体が静まり返りました。大輝は鼻で笑いました。お前に何がわかる。佐藤は紺色の作業着のポケットから古い通帳を取り出しました。私が毎月納めさせていただきました。沙羅は信じられない表情で佐藤の姿を見つめました。大輝は通帳をひったくり、血眼になって中身を確認しました。そこには確かに毎月の学費と同じ金額の引き出し記録がありました。バカな清掃員風情がこれほどの大金を持てるはずがない。大輝の顔が怒りで赤く染まります。その時、学長が事務室の奥から静かに現れました。学長の手には古い寄付の名簿がしっかりと握られていました。大輝くん、もうやめなさい。佐藤さんはかつてこの大学の大口寄付者だった方です。佐藤は過去の事業失敗の際、自身の資産を処分しながらも大学への奨学金だけは残し続けていたのでした。自身の身分を隠すためにあえて清掃員として働きながら沙羅の未来を支えていました。大輝は言葉を失い、その場にへたり込みました。沙羅は佐藤の前に歩み寄り、深く頭を下げました。アカデミックドレスの袖が涙で濡れていきます。どうして私なんかのために。佐藤はゴツゴツとした手で沙羅の肩を優しく叩きました。君の努力が美しかったからです。若い者が前を向いて生きる姿はそれだけで価値があります。佐藤の厚いレンズの眼鏡の奥が優しく細められました。
大輝の冷酷な企みは完全に崩れ去りました。これからは誰もサラの行く手を阻むことはできないでしょう。しかしこの美しい木ジェオッグの物語はここで終わりではありません。最終章で2人が迎える本当の人生の結末とはどのようなものなのでしょうか。騒がしかった卒業式から数日、大学は元の静けさを取り戻しました。佐藤検事はいつものように誰もいない大廊下を吐いていました。白髪混じりの短い髪に着古した紺色の作業着姿、その背中は少し丸みを帯び、長年の歩みを静かに語っています。彼はふと手を止めました。窓の外の桜を見つめます。自分の役割は終わったと静かに確信したようでした。大輝の一件の後、大学側は佐藤の復職を望みました。しかし彼はそれを断りました。私の場所はここですから、ただ一言だけを残して、彼は今日も静かにほうきを動かします。清掃員の小さな休憩室、古ぼけたロッカーの上に一通の手紙が置かれていました。差出人は南皿。佐藤はゴツゴツとした手でそっと封を切りました。厚いレンズの眼鏡の奥で彼の瞳が静かに揺れ動きます。手紙には新しいスーツを着て社会人となった彼女の姿の写真、佐藤さんが灯してくださった光を今度は私が誰かに届けます。短い文章の中に込められた深い感謝のぬくもり、佐藤は何度も読み返しました。知らないうちに誰かの人生に影響を与えていたのかもしれません。彼の目元に小さなシワが寄り、静かな笑みが広がりました。数年後の大企業の一角、サラは新しいオフィスのデスクに座っていました。暗い茶色の結んだ髪、大人びた表情の中にあの頃の芯の強さが残っています。彼女の目の前には新入社員の書類がありました。かつての大輝のような冷酷な言葉を吐く上司が隣で苦言を呈しています。最近の若い者は根性がない。サラは静かに微笑みました。背景には様々な理由がある可能性があります。彼女は弱い立場にあるものを決して見捨てない人間になっていました。佐藤の残した小さな種が新しい場所で美しい花を静かに咲かせていたのです。再び季節は巡り、大学のキャンパスに静かな夕暮れが訪れます。佐藤は今日も変わらずに足元をきれいにしていました。世間は彼のことをただの清掃員と呼ぶでしょう。名前も知られないまま消えていく影かもしれません。しかし彼が残した足跡はどんな高価な勲章よりも美しく輝いています。人生において本当に尊いものは肩書きや財産ではなく、誰かの道を照らす心の深さ。彼はそれを示してくれました。佐藤はほうきをそっと立てかけ、遠い空を穏やかに見つめました。その横顔には一切の後悔も残されていませんでした。今日も黙々と生きるあなたへ、あなたの流した無言の汗や誰にも見せない小さな優しさは、知らないうちに誰かの世界を救っているかもしれません。私たちは目に見えるものだけで人を判断していないでしょうか。本当に大切なものはいつも目に見えない場所に隠れているものです。あなたの周りにも大切な隠れた英雄はいますか？あるいはあなたが誰かの英雄なのかもしれません。
その温かい思い出や物語をぜひコメントで教えてください。チャンネル登録と共有が誰かの心を救う光になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。